さあ皆さん元気ですか？チョコレート食べてますか？今日はですね、プロが作るウィークエンドシトロン、こちらですね、内緒にしてたレシピついに公開です。ぜひ最後まで見てください。では行きましょう。お願いします。はい、じゃあ材料を紹介していきます。まずレモンですね。レモンと、全卵、あとバター、グラニュー糖、あとベーキングパウダーと、薄力粉、あと粉糖とお水、こちらで作っていきます。はい、じゃあまず材料のこの粉なんですけど、必ずふるってください。これまず薄力粉とベーキングパウダーですね。で、これをしっかりふるって、かつこの2つの粉がしっかり混ざることが大事です。よくね、これふるって何も考えずにこう振るだけの人いるんですけど、これ2つの生地を混ぜたいんですね。あとはこういった細かい網を通らないこういうダマができるんで、こういったのをなくしたいので必ずふるってください。で、できれば1回だとこれねちょっと見えにくいんですけど、混ざりきらないんです。ベーキングパウダーとか多分全部混ざってないので、必ず3回に分けてふるってください。この後あと2回ふるっておきます。はい、この後ですね、バターとこれお砂糖を混ぜるんですけど、ちょっと裏技です。これチーズ削り器なんですけど、これ100円ショップでも今もう売ってます。これでレモンのこのね表面の皮だけをこうやって削って、ね、これどんなに強くやってもこの白いところは削れないんですよ。この皮だけが綺麗に取れるようになってます、この道具を使うと。で、この今日果汁をしっかりパウンドケーキに入れるんですけど、なんといっても香り、今回のパウンドは香りをすごく強くしたいんです。で、香りって皮にあるんですよ。なので皮のこの部分をこう削ってあげて、でそのままパウンドケーキに入れるより、実はこのグラニュー糖にあらかじめこのレモンの皮をこう吸って混ぜといてあげる。そうするとめちゃくちゃ香りが良くなります。なんでかというと、香りってこうどんどん揮発して消えていっちゃうんですけど、このグラニュー糖をまとわせることで香りが残って、パウンドケーキ焼いた時にすっごいレモンの香りするんで、食べたことないような香りのレモンパウンドができますので、ぜひこれやってください。これ3個分こうやって削って砂糖に合わせておきたいと思います。はい、じゃあ材料をちょっと混ぜていきたいと思います。これね、バターは柔らかい状態ですね。柔らかい状態を必ず使ってください。で、ここにお砂糖を全部入れちゃいます。このレモンの皮も入ったやつですね。で、バターの水分に砂糖をなじませるようにこうやって混ぜていってください。すり混ぜたりする必要ないんで、こうやって簡単に混ざっていきます。で、これ砂糖の中にレモンの皮入ってるんで、皆さん作ってもらえると分かるんですけど、すごい香りしてます今。はい、これ混ざった状態ですね。そしたらちょっとゴムベラから泡立て器に変えて、この後卵をちょっと加えていきます。これね、もう気にせず全部入れちゃいます。もうほぼ混ぜるだけなので、どんどん混ぜていってください。はい、こんなとろっとした状態ですね。で、ここにさっきふるっといた、粉類、薄力粉と、ベーキングパウダーですね。これ一気に入れちゃいます。はい、すごい簡単に混ざりました。で、ここにレモン果汁ですね、加えていきます。で、これさっき皮を取ったレモンなんですけど、これちょっと技があって、ここに置いて、手のひらでこうやって潰しながら、こうやってコロコロしてあげるんですよ。そうすると、中の果汁が、これね、触ると急にこうブニョブニョに、ブニブニになってくれて、中から果汁が今溢れようとしてる状態。普通に絞るよりいっぱい果汁取れるんで、ぜひやってみてください。これね、もう結構切った瞬間からこぼれちゃうぐらい出ます。はい、これ今レモン果汁も全部入った状態です。これ少しずつ混ぜていきます。はい、これ綺麗に混ざったら、ゴムベラ、さっき置いてたゴムベラに持ち替えて、この周りの混ざりきってない部分をちゃんと全部混ぜてあげます。
綺麗に混ぜることで全体が馴染んで失敗も防げるので、必ずそうしてください。はい、これで生地完成です。このガリガリしてるやつはレモンの皮ですね。いい感じに入っているので美味しく焼けると思います。はい、これはこの後型に流して焼いていくんですけど、中に一応紙だけ貼ってます。もう紙型のもう一体型になってる型でもいいので、それを用意してください。で、このタイミングでオーブンなんですけど、180度予熱で温めておいてください。焼くのは10度低い170度です。開けた時に温度が下がるので余熱は少し高めにしてます。じゃあちょっと生地入れていきます。はい、これ今生地入れたんですけど、少しだけこうやってトントンして型の周りに生地がいくようにしてます。ちょっと平らになりました。それで少しだけ真ん中がちょっと焼きづらいので、こういうヘラでちょっとこう周りを上げてあげて、真ん中を少し低くするような感じですね。ピーって。そうすると火通りも良くなって、真ん中が綺麗に割れて蒸気が逃げて、すごいしっとりふわっとした焼き上がりになります。こんな感じですね。角が生地が上がってるような感じです。これで焼いていきたいと思います。はい、この後ちょっとシロップ作っていくんですけど、パウンドケーキが焼けたらこう染み込ませるやつですね。まずお水と、あとグラニュー糖です。これ入れます。で、今日はレモンのパウンドにさらにレモン果汁をしっかり染み込ませたいと思います。で、このレモン果汁をお酒に変えてもいいですし、例えば紅茶のシロップにしてもいいです。そうするとレモンティーのパウンドになりますし、いろんなアレンジができると思います。お酒だったらこのタイミングで入れてもいいし、シロップが沸き上がって冷めた後にお酒を入れるとまたアレンジが可能です。これちょっと沸いたらシロップは完成です。はい、こうやってちょっと今沸いてきたので火止めます。で、完全に砂糖が溶けた状態ですね。で、これあったかい状態で使ってもいいし、冷たい状態でもいいんですけど、今日はあったかい状態であったかい生地にシロップを打っていきたいと思います。ちょっとこれ置いときます。はい、これ今アイシング作っていくんですけど、粉糖に、レモン1個分の果汁ですね。これを入れます。で、今回レモンのパウンドなので、レモン果汁にしてるんですけど、ライムとか他の柑橘とかでも全然大丈夫です。で、これをしっかり混ぜて、はい。これを後でパウンドの上にかけて仕上げていきたいと思います。はい、焼けました。いい感じです。はい、じゃあちょっとこれ焼き上がったのでシロップ打っていきたいと思います。ちょっとまだ。はい、これ焼き上がったやつに、これまだちょっとあったかい状態のシロップなんですけど、これをもうこうやってしっかりたっぷり染み込ましていきます。レモンの皮が入ってるんですけど、ここでさらにこうレモンのシロップを染み込ませることによってすごいしっとりとして、あと味に深みが出るので必ずやってください。で、シロップの量もちょっと多いって思うのかもしれないんですけど、染み込んでいくレシピになってるので必ず全部染み込ませてください。はい、これで今シロップがすごい染み込もうとしてるんで、このまま少しちょっと置いておきます。はい、じゃあこのシロップ打ったウィークエンドにアイシングですね。レモンのアイシングをちょっとかけていきます。さあ、いい感じに焼けました。完成です。さあ、最後までありがとうございます。ちょっとね、できたんで食べてみたいと思います。見てください。もうめちゃくちゃ美味しそうですよ。あんなにシロップ打ったのにふわふわです。マジでうまい、これ。やった方がいいですよ。ちょっとね、ポイントのそれです。生地に関しては、もう材料をベストな状態にして混ぜればできちゃうと思います。めちゃくちゃ簡単だったと思います。ただ、ポイントはレモンの使い方ですね。レモンの皮を砂糖にこう、しっかりすり混ぜてあげるとか、レモンのシロップですよね。焼き上がってしっかり表面に打ってあげる。そうすると、もう全然これふわふわしてるんですよ。べちゃべちゃになってないです。これが味の決め手になるので、ぜひ守ってやってください。めちゃくちゃ美味しいしっとりとしたレモンのパウンドできると思いますので、ぜひやってみてください。最後まで見ていただいてありがとうございます。
コメント、チャンネル登録、高評価、これ3点セットぜひお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さようなら。